通勤通学中の皆様おはようございます。ブクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、ブラックフェイス問題の話題になります。皆さんこちら覚えてますかね。このチャンネルでね、結構前になりますがお伝えしたあのニュースです。とあるメディアがですね、NFL のカンザシシティチーフス、これをね、応援しに来た、このファンの男の子を、ブラックフェイスだと言って、記事を掲載したというあの話題です。あれからですね、この訴訟に進展がありましたので、本日はね、続報として、こちら見ていきたいと思います。この番組は、海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらですね。以前ですね、この番組でも、こちらの動画でお伝えしましたね。まだご覧になっていないという方、ぜひね、こちらご覧になってみてください。こちらに見えております、NFL のですね、カンザシシティチーフス、これを応援しに来た9歳の男の子を、ブラックフェイスだと糾弾したメディアというのが登場しまして、その後ですね、このご家族というのは大変な目に遭うんですね。様々な嫌がらせにもあったようです。これにより、この家族は、このめちゃくちゃな記事を書いたメディアというのを訴えまして、今回これに進展がありました。で、ちょっとこの件ね、少し整理しつつおさらいしてみたいと思います。まずですね、事の発端はこちらになりまして、ブラックフェイスで告発された9歳のカンザスシティチーフスのファンの家族が名誉毀損でデッドスピンを訴える。ということでね、この時何が起きていたかと言いますと、こちらですね、この男の子。このようにですね、顔をこのね、チームカラーの黒と赤で塗りまして、このチームを応援しに来るんですね。するとですね、先ほどありました、デッドスピンというメディアが、こちらです。このね、黒い方だけ見せたこの写真を掲載して、この9歳の男の子がブラックフェイスをしていると、人種差別だと言って糾弾する記事を掲載したんですね。そしてその結果ね、どうなったかというと、ここにあるんですが、ここね、外の脅迫まで受けていたと。このように言っているんですね。そしてこれを掲載したデッドスピンというのがね、超問題児のメディアとなっておりまして、こちらですね。デッドスピンはスポーツニュース、解説の動画を毎日投稿していました。スポーツの取材に加えて、このサイトはメディア、ポップカルチャー、そしてここですね。政治についての記事を執筆し、スポーツ以外の記事もいくつか公開していました。ということでね、ここでね、政治の話が出ているんですが、このデッドスピンというのはですね、中身がね、もうほとんど活動家集団のようになってしまっておりまして、政治的な話をしすぎるということで、オーナーからもですね、それをやめろと注意されていたんですね。これにより、これに反発したライターたちが、ごっそりやめるという事件も発生していたんです。で、こちらね、オーナーを見ていただくとわかりますが、ここですね、GO メディアとあります。2024年まで、このデッドスピンのオーナーだったんですね。で、この GO メディアというのがどういったメディアなのかというと、ここにありますね。日本が嫌いで仕方がないと、もう日本に対してのね、ヘイト記事というのを書きまくっている、あのコタクです。コタクの親会社なんです、ここ。全部繋がるんですね。しかし、このデッドスピンというのはですね、この訴訟の件があったからでしょうか。その後ですね、この GO メディアに売られてしまうんですね。そしてね、こちら現在、ラインナップパブリッシングとありますが、ここが買い手となりまして、なんとですね、この企業は、デッドスピンは買い取ります。しかし、従業員は一人もいりませんと言って、この時に、全員解雇になりました。ね。因果応報というやつですね。100% 解雇という話ね、以前見ましたが、そういうことだったんですね。しかし、こうなったからといってね、訴訟がなくなるわけじゃありません。こちらがその続報になるんですね。デッドスピン、若いチーフスファンを人種差別主義者と非難する記事に関する名誉毀損訴訟を棄却しようとする bid に失敗。ということで、こちらですね。bid とあります。こちらが本日のキーワードになります。bid。販売されているものに対して特定の金額を提示し、それを購入するために他の人と競争すること。ということでね、こちらのね、bid というのは入札という意味があるんですが、今回はですね、こちらになりますね。何かを達成したり手に入れようとする試み。ということでね、この bid というのは手を尽くす。努力するという意味になるんですね。つまりはそのように試みるという意味ですね。で、皆さんね、同じような意味でよく聞くのがね、try なんじゃないかなと思いますが、bid というのはもうちょっとね、公式な場面で使われることが多い単語なんですね。もうちょっとフォーマルと言いますか、人との争いの中で何かを勝ち取る。それがね、こちらの bid というワードになります。ということで、こちらは、デッドスピン。若いチーフスファンを人種差別主義者と非難する記事に関する名誉毀損訴訟を棄却しようとする試みに失敗。デラウェア州の判事は9歳の NFL ファンとその家族が試合当日の服装を理由に人種差別主義的であると非難する記事を掲載したスポーツウェブサイトデッドスピンに対する名誉毀損訴訟の棄却を拒否した。訴状によると、ホールデン君はチーフスのファンであり、家族のチュマ種族のインディアンの伝統も愛している。ということで、このホールデン君ですね、ネイティブアメリカンの家族だったんですね。つまり、ご先祖様の格好をして顔をチームカラーに塗っていただけだったんです。
それをブラックフェイスだと言って人種差別主義者にされてしまったんですね。顔を赤と黒に塗り、ネイティブアメリカンのコスチュームの髪飾りをかぶっていた。しかし、デッドスピンの記者、キャロン・フィリップスは、ホールデン君の顔の片側だけが黒く塗られたスクリーンショットを使い、翌日、この少年が人種差別主義者であると非難する記事を掲載した。NFL はブラックフェイスをして先住民の飾りをつけたカンザスシティチーフスのファンに対して声を上げるべきだと記事の見出しには書かれている。彼らは人種差別を倍増させていると小見出しには書かれている。そしてね、こちらがね、以前も見ましたが、そのデッドスピンのね、元の記事ですよ。これなんとまだ残ってるんですね。ここアップデートとありまして、内容がね、少し変更されて、これまだ掲載されてるんですよ。すごいでしょ。でですね、これを書いているのがね、ここにありますよ。キャロン・フィリップスという人物で、ここですね、2019年と2020年、NABJ 賞を受賞。そして2016年 PABJ ジャーナリストオブザイヤーを受賞ということで、私はブラウンリカーとブラウンウーマンが好きですと書いてありますね。そしてこの方ね、同じプロフィールで X アカウントもあるんですが、現在ですね、もうね、おなじみのね、もうこれ様式美ですね、鍵垢になっているというわけなんですね。じゃあね、これなんで鍵垢になってるのという話です。これすごいですよ。フィリップス氏は現在は削除されている X の投稿で自身への非難を倍増させた。そしてね、なんて言ったかという話です。顔のもう片方が赤く塗られているからといって、これを無害な行為だとみなしている私のリプランのバカどもへ、これがさらに悪いことだと私は主張したい。お前らこそメキシコ人を嫌っておきながら、こちらね、信仰でマヨとありますが、これね、5月5日の祝日のことだそうですね。ここね、ソンブエロースありますが、メキシコでね、伝統的に使われる帽子のことですね。これを被っているんだと。つまり、この9歳の男の子を擁護しているのは、メキシコ人を嫌っておきながらメキシコ人の格好をしているようなバカどもなんだと。このように言っているんですね。これで燃えたと。そして非公開になったと。こういうことなんですよ。これがですね、ジャーナリストとしてね、表彰されているというのが何とも言えないところですが、こちらですね、FOX になるんですが、今回のね、判事のコメントというのが掲載されています。月曜日、上級裁判所のショーン・ラック判事は、この記事が意見ではなくって事実として虚偽の主張を掲載していたことに同意。デッドスピンの訴訟棄却申し立てを却下した。デッドスピンは NFL の多様性への取り組みを批判する背景として熱烈なファンの子供の画像を掲載したが、その子供の描写は一線を越えてしまったと判事は記している。ということでね、ここにもね書かれているんですが、つまりね、このキャロン・フィリップス氏は何をしたかったかというと、NFL の多様性への取り組みを非難するために、このホールデン君を利用したということです。で、判事はそれが一線を越えていると判断したというわけなんですね。で、これはですね、今回に限ったことではなくって、このブラックフェイス関連で、もうね、日々たくさん行われています。その代表格がこちらですね、ドラゴンボールのミスターポポ。このミスターポポというのはですね、海外では黒人キャラクターだと認識されています。そして鳥山明は人種差別主義者なんだと。このように訴える活動家たちは割といるんですね。で、これに関してはですね、こちらの動画でね、詳しくまとめてますんで、ぜひご覧になってください。このですね、鳥山明氏を叩くためにですね、フォトショーで記事をですね、ほんと完全に捏造して、それを拡散するということすらやってます。もうほんとすごいですよ。で、こちらですね、それに関する記事ではないんですが、同じようなことが誰によって行われているかということです。ドラゴンボールの作者の詩が公表されてから数時間後、スイートベイビーインクのライターがミスターポポのデザインで鳥山明を貶めようと試みる。ということでね、それがね、こちらになるんですが、クリス・キンドレット氏、スイートベイビーインクの従業員ですね。鳥山明さんがね、亡くなってしまいまして、その数時間後にね、こんなポストをしてるんですね。鳥山は同じシリーズの中で、アニメ史上最高の黒人キャラクターと最悪の黒人キャラクターを登場させた。と、このようにポストしまして、つまりはこのね、最悪の黒人キャラクターというのは、ミスターポポのことをおそらく言ってるんでしょう。と、このようにですね、このブラックフェイスというのは、そんなものを一切意図していないような人を叩くための道具にされているというわけなんですね。デッドスピンのジャーナリストで、プロの人種差別先導家のキャロン・J・フィリップスは、9歳の少年の事件で、間もなく裁判官と陪審員の前に出ることになる。今回の記事ね、リポストして、やったーって言ってますね。キャロン・フィリップスとデッドスピンを破産させて、ホームレスにさせ、閉鎖すべきだ。よかった。デッドスピンも9歳の少年の人生を台無しにしようとしたキャロン・J・フィリップスもクソだ。偏見に満ちたクズどもだ。デッドスピンが負けて、支払いをして降伏することを望んでいます。これは私が今まで見た中で最も不快な話の一つです。彼らが子供を狙ったなんてまだ信じられない。これはブラックフェイスではありません。小さな子供が着ている楽しいファンコスチュームです。目覚めたボートは訴えられて消滅させられる必要があります。よかった。これらの嘘つきプロパガンダメディアは責任を負わされる必要がある。デッドスピンが大金を失いそうです。これ以上嬉しいことはありません。デッドスピンが実際に子供を狙おうとしたのがまだ信じられません。訴えられて破産するべきです。
これね、やっぱりすごく言ってる方多いですね。今回に関してはですね、いつもと違ってね、対象が子供だったんで、ひときわね、みんな怒っているというような状況になっていますね。はい、ということで本日はですね、9歳の NFL ファンを人種差別主義者だと糾弾したメディアが、この棄却というのを訴えていたんですが、今回、見事にそれが却下されたという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。で、今回ですね、これ、ブラックフェイス問題のね、一端としてご覧いただきましたが、これはですね、先ほども見ましたが、ほんの一例です。過去にはですね、とある学校の校長がね、ブラウニーポイントのために、顔にパックをして、その写真をね、SNS に上げた学生を退学にさせるということもね、ありまして、それもね、過去には動画にまとめてありますんで、よかったらね、ご覧になってください。で、この訴訟に関してはですね、また結果が出ましたら、続をお伝えしたいと思います。ぜひね、チャンネル登録されてお待ちになってください。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。